こんにちは、オートウエストエンドです。今回は何度か今までの動画に出てきましたこちらのポータブル LED ライトをご紹介していきたいと思います。こんな感じで届きましたが、箱にはマルチファンクションワイヤレス LED リチャージャブルランプとね、すごい名前がついておりますが、一体どのくらいの性能を発揮してくれるのか楽しみです。僕は今まで GoPro 用のその GoPro の上にマウントをする LED ライトを使ってきました。それがしばらく前に壊れまして、でそれからはジャンプスターターについている非常用の LED ライトとか携帯のライトを使ってきていたんですが、光らせることはできるので作業には差し支えはないんですけども、撮影となると結構見づらかったりすることがあったので、また GoPro 用のライトを買おうかなと思っていたんですが、ちょっとそれよりも高いくらい、日本円で3500円くらいでこの商品が Amazon で出ていたので、こちらの LED ライトをオーダーすることにしました。こうして見てみますと、端っこに電源ボタン、そして反対側にこちらは充電用のケーブルを差し込むポートですね。マイクロ USB のポートがあります。そして上の方には 14000mAh と、あります。はい、こう押しますと電気がつき、そしてこれ何回かボタンを押していくとだんだん明かりが強くなっていきます。3段階通常モードでは光り方があるようです。そしてこちらが付属品で、なんかストラップですね。これは下の方に4つマグネットがついているので、それで固定すると言いますか、どこかにつけることができるんですが、それだけだと心もとないので、こういう感じで命綱的なようにどっかにくっつけておくのもいいと思います。そしてこちらは充電用のケーブル、もう変哲もないケーブル、結構短めっぽいですね。そして今開けようとしているのが、これは鉄板ですね。このマグネットをあらかじめ取り付ける場所が決まっているのであれば、この鉄板の方をその場所にもマウントしておいて、でそれに対してこのマグネットを働かせるというような感じの使い方になります。 GoPro のライトも便利は便利でいいんですが、やっぱり大きさ的に懐中電灯とかそのくらいのレベルなので、このくらい横にワイドなのは結構使いやすいのかなと思って今回注文したわけなんですが、実際ねどうになっていくのか、使用感をちょっと実際の使用した映像と一緒にご紹介していきたいと思います。こうしてみると、こういう商品そこまでね明るくならないこと多いので、そこまで期待はしていなかったんですが、結構強い光を発してくれているので満足と、いう感じですが、こうやってライトなしで見ると、僕のマンションの地下のね駐車場結構暗いので、もう肉眼では見えなくはないんですが、カメラを通すとやっぱり結構暗い、もう何が何だかわからない感じになっています。で LED ライト、 GoPro のライトが壊れてからはこれを使っていました。一応見えなくはないですよね。スポットライト的な感じなので全体を照らすことはできないという、そういうデメリットがあります。そして撮影していましたら、カナダらしい国旗の落ち葉が引っかかっていましたが、ちなみに僕が購入したのは Amazon の、カナダのサイトなので、日本のサイトでもしかしたら販売しているストアがないかもしれません。一応そちらでなければ Amazon カナダのリンクを概要欄に貼っておきたいと思います。それでは続いてスマホで試してみようと思います。最近スマホの照明すごいですよね。これは 10S だったと思います。 iPhone の、ライト一番最大にした状態でこんな感じ。さっきのジャンプスターターのライトよりも全然いいですよね。もうほんとスマホってね何でもできる時代になりましたが、
これでもうLED ライト買わなくていいんじゃないかっていうぐらいあります。まあこれをずっとね、持っておくっていうのはその角度とかいいところに置けないというのはあるので、そういうデメリットはあると思いますが、持って照らす分にはこれで十分のような気もします。はい。そして今回買った LED ライト、これが1段階目ですね。一番弱い光です。これだとスマホの方が強い感じもします。そしてこれが2段階。これだとこっちの方が明るいですね。あと幅があるので広い角度から照らしてくれるというのもこのアイテムのメリットかなと思います。こんな感じで結構見えます。そしてこれが最大。こうなるともう文句なしですよね。圧勝といった感じです。これだと作業がしやすい。そして先ほどのスマホもジャンプスターター用のライトもあれは結構固定するのが大変ですが、これだとどっかに立てかけておけば広い範囲で照らしてくれるので使い勝手はいいのかなと思います。試しにボンネットの上にくっつくかどうかマグネットのところをくっつけてみたんですがつかないというねことが分かりました。そしてこのちょうどボンネットをロックする金具、そこだけつくようです。ただこれをね片方だけつけるっていうのもグラグラして危ないので、一旦こんな感じで間に通して不安定な状態でやっていますが、仮に上につけられたとしてどんな感じなのかというところを見ています。こういう位置で設置できればもう十分、もう太陽の下でやっているとこまではまあいかないですけども、でもまあそのくらいもう暗いなっていうのはないんじゃないかなというぐらいまで明るさを確保することができました。ちなみに先ほどのマグネットをつける鉄板、あれをもうこのボンネットの上に設置しておくというのも手かもしれませんね。そしたらもうそこに常に設置してマグネットで取り外しができるので便利だと思いました。はい。そしてちなみにここ前バルクヘッドを直したところですね。結構手前味噌というかアナログ的に直したんですがね、防水テープとかでちょっとやっぱり熱で弱くなっている感はありますので、手持ちのね道具で直せるものはわざわざ新品買う必要はないと思ったんですが、これはもうそろそろ素直にね買った方がいいと思いますので、近々オーダーしたいと思いました。はい、ということで結構奥の方、これは補気系のプーリーとかオルタネータが一番下の奥に見えますが、それも交換しないといけないので、その作業にもこうやって細長いと設置しやすいですしいいのかなと思いました。そしてこちらは補気系でも上の方についているものですね。サーモスタットとかウォーターポンプ、これも結構悩まされましたが、なんとか漏れの修理は完了しております。はい、ということで結構使いやすそうで明るくて、今回は思ったより予想外に満足とね言った感じですが、ちなみにこのまた別のスペース、洗車をするスペースがあるんですが、そこのこれ今この LED ライト天井のスプリンクラー、それが鉄でできていまして、そこにこうくっつけることができるんですね。これできた時はもう天才かと思ったんですけども、もうなんか天井に設置してある蛍光灯のような感じで1個追加したような、そんな風に使っております。で、もともと設置されているこの蛍光灯はもうちょっと黄色みがかった色ですね。そして今回僕が購入した LED ライトは青白いといったような光の種類です。実際に測ったわけではないんですが、
感覚的にはもともとこの駐車場に設置されているのは4500ケルビンとか、そして今回僕が購入したものは6000ケルビン近くあるんじゃないかなと思います。ちなみに以前この LED ライトを購入する前この暗い洗車スペースでこのねスマホのライトとかでねやってたことがあったんですよもうね頑張ってたなと思うんですが、こんな感じでやっておりました。はい、ということで部屋に戻りまして、さらにこのアイテムのね詳細をご紹介していきたいと思います。箱を見てみますと、一番弱の状態で最大光量の 10%、 そして2段階目で 50%、 そして最大で 100% ということでした。そしてその光量調節以外にも長押しをするとフラッシュ点滅をさせることができ、今からやりますね。目チカチカするので気をつけてください。そしてその状態でまた1回だけボタンを押してしまうと元の普通の光に戻るんですが、点滅した状態でさらにまた3秒間長押しをしますと SOS サインになるという、そういうまた違った光り方のサイクルをすることができます。なので強中弱の3種類とフラッシュとそして SOS の全部で5種類の光り方があるということでした。ちなみにこの強の 100% 出ている状態と、あと地下のね駐車場の備え付けの蛍光灯と明るさの色温度はね違うんですが、その明るさ自体を見てみますとやっぱり備え付けの方もともとあるいわゆる蛍光灯、それにはかなわない光量だなという感覚でした。光を測定する機械をね、そういうメーターを手元に持っていないので何とも言えませんが、この製品自体は 120W となっていまして、 LED の 120W だったらもうこんなもんじゃないはずなので、おそらく白熱灯の 120W 相当で LED に換算するとどうですかね、 18W とかそんぐらいになるんでしょうか。そう言われるとそのくらいかなというような光量だと思いました。ちなみに先ほどマイクロ USB を接続していましたが、それで赤い光がつくと充電中、緑色に変わると充電完了というサインです。そして僕のこの製品の場合は 14,000mAh ということだったので、先ほどのね今出ていた表の上の部分で最大80時間ぐらい連続点灯できるそうです。弱モードなんですがすごいですよね。はい、そしてこういった感じでいろいろ5つ6つぐらいの保護回路という感じで内蔵されているようです。過充電防止だったり、温度がね加熱したら自動的にシャットダウンするような、そんな感じになっているということでした。割とね思ったよりしっかりしているなと、3500円ぐらいで買った割にはいい買い物だったなと思う商品だったので、今回シェアをさせていただきました。まだどのくらい持つかというのはわからないので、使用していったその感想をまた今後報告をしていきたいと思います。ちなみに防水ではないので、洗車とかねああいう風に車の近くに設置するときは結構気をつけて使った方がいいと思います。車整備だけではなくキャンプとかね、そういったところ、あとは倉庫とかそういう用途にも使えると思います。という感じで今回の動画終わりにしたいと思います。参考になったという方はいいねボタンを、こういったツールの紹介動画をまた見たいという方はぜひ登録ボタンをお願いいたします。それでは今回も最後までありがとうございました。またお会いしましょう。